ダンジョンズ&ドラゴンズミスタラ英雄戦記。今回ディレクターとして担当しました片岡です。ミスタラから数えれば17年前、ドゥームに限っては19年前のアーケードゲームとなりますが、未だ多くのファンがいることを聞いて大変嬉しく思っております。家庭用ゲーム系の移植を希望する声はずいぶん前から聞いておりました。ただいろいろ問題があって移植は困難でしたが、今回その諸問題がクリアとなり、こうしてファンの皆様にお披露目できることは私たち開発スタッフも嬉しい限りです。さらに今回は特典として今だからお見せすることができる開発ノートや今だからお話しできる開発秘話などたっぷり盛り込んでみました。中には都市伝説的なお話もありますが、ドゥームやミスタラのファンの皆様に喜んでいただければと思います。ダンジョンズ&ドラゴンズタワーオブドゥームが産声を上げたのが1994年で、シャドウオーバーミスタラが1996年なのですが、実際はこれよりも先に D&D プロジェクトが進行していました。1991年に登場するキングオブドラゴンズです。もともとこれは D&D でスタートしたのですが、話を聞くとある程度作ってから版権会社に見せたとか、そしたら案の定これは DD ではありませんと言われて、イエー！急遽タイトルを変更して世に出したわけです。なのでタワーオブドゥームはリベンジ作品ですね。ちなみにシャドウオーバーミスタラのキャラセレはこのキニュさんのイラストが気に入ってモチーフにしました。開発ノートに草案書がアップされてますが、当初ミスタラでは全ステージダンジョンにして迷宮みたいなゲームを考えていました。コースは初級、中級、上級と分かれていて、難易度が高いほど深く潜れるというか、ダンジョンというと周りの風景が変わらないイメージがあるのですが、この時は地上と同様に海や地下都市が広がる世界を考えていました。結局のところ地上も地下も変わらないということで、ダンジョンのこだわりが薄れていくのですが、ラファエルの洞窟がその名残です。ダンジョンのこだわりが消えて通常の冒険になるわけですが、もう一つのこだわりとして時間の概念がありました。分かりやすい設定で言えば、ステージに昼があって夜がある。夜は当然モンスターが数多く出現したり、昼とは違ったちょっと強いモンスターが出現する。ちんたらプレイしていると夜になっちゃうよと急がせる意味もありました。結局制作するデザイナーの作業が膨大になるので諦めるのですが、その名残が最初のステージです。よく見るとだんだん夕焼けになっていくでしょ。トリンタン村では後半に夜になります。ユーザーインターフェースも今と違って時間を強調するものになってますね。対戦格闘全盛期、スト2シリーズもあって3つボタンというわけではないです。プレイヤーに6つボタンというのは基本難しくイメージされないということが分かったので、上段3つのボタンを攻撃、ジャンプ、必殺技など、下段3つのボタンは魔法やアイテムを考えていました。とりあえず選択しなくてもボタンを押せばすぐその効果が発揮できるものにしたかったのが理由です。ドゥームがちょっと面倒くさかったので。でも4人同時だとボタンの IO が足りなくて、泣く泣く4つボタンになりました。6ボタンが無理になったので、すぐさま魔法を発動するボタンと種類を切り替えるボタンと振り出しに戻ってしまうのですが、まず何が面倒くさいか、もう一回再認識して考えたのがサークルコマンドです。とりあえず自分の分身であるキャラクターは常に見ているはず。そして読むよりも目で理解する絵を考えると、おのずとサークルの形になりました。慣れるまでは大変なのですが、慣れればドゥームより扱いやすいかなと。4人同時プレイで全員がサークルすると花々が開いたみたいで爽快です。僕がメインで最初に作ったゲームにも名前入力があって、感情移入してもらうためにこだわっていました。また付けた名前でプレイヤーの特性も変えていたのですが、作業的になってしまって感情移入する前にめんどくさい、そういう反省点もあってストーリー的に組み込んでみたのがミスタラのネーム入力です。あなたのお名前を教えてくださいと言われれば教えたいかなと思って、ちなみに連れ去られていく人をたくさん助けると女の人が聞いてくれます。おっさんよりは女の子に聞かれる方がいいですよね。
根性値。聞き慣れないパラメーターかもしれませんが、カプコンでは有名でした。多少ヒットポイントが残っていたとしても、強い攻撃を受ければ一瞬でゲームオーバーはあまりにもかわいそう。なのでヒットポイントは限りなくゼロになりますが、なんとか耐えている状態を作りました。あと一撃でやられちゃうお知らせでもありますが、その間に回復できるかもしれないし、勝利できるかもしれない。緊張感も高まりますね。ラックというパラメータも存在しています。ゲームプレイに直接関係するわけではないですが、いろんなことで絡んでくるゲーム確率にプラスマイナスされるので、高ければ高いなりに良いことが起こります。神の手。つい先日までこのパラメーターは初期のスト2のみだと思っていました。なんとドゥームに入っていたんですね。神の手というのは勝手に防御したり技が出たりするわけです。知らないうちにすごい技が出た、敵の攻撃を防御したというのは神が手を差し伸べてくれたのだと。多分256分の1の確率だと思いますが、スト2の時のイメージ同様、意外と出る時には出ます。キャラクターが勝手に防御、必殺技を繰り出したら、それは神の手なのです。魔法剣として規格には炎、氷、雷、そして風の剣がありました。結局いろんなことが重なって最終的には封印されるのですが、基本カプコンの人間、それも D&D スタッフしか知らないはず。しかしなぜか風の剣が存在すると噂され広がっていきました。結局のところアイテムパネルは作っていたので、キャラクターデータを見られてバレたと思うのですが、皆さんの探求力というか発見にはもう頭が下がります。シーフの特性の一つで、シーフだからこそやりたかったことですが、盗むという行為はアーケードアクションゲームでどのように表現していいのか分かっておらず苦労しました。よくある敵を倒した時にアイテムを落とすで良いかもしれませんが、そうであればシーフっぽくないという疑問もあり、結局すれ違った時に盗むスリみたいな感じか。でもゲームではすれ違うなんてないので、敵に向かってダッシュ、体当たりして確率で敵が落とす。盗みっぽくないですが遊び的には楽しいかなと。最終ボスのシンを倒したらさらに最強の敵がとプレイヤーにびっくりしてもらおうと設定していました。やっつけた後の安堵感を良い意味で裏切りたくて、まだあんのかよと絶望に感じてほしかったのですが、その前にしんどさが襲ってくる。ちょっと疲れるな。こうなるとこちらでやりたかったこととずれてくる。でも正直なところ調整よりも制作時間がなかったというか、スタッフに負担がかかってしまうのでカット。あるゲームをリスペクトしていてエンディング100個を作ろうと思っていました。とはいえそれを全て作ろうとなればどんな内容でまとめるか頭を悩ませ、時間と労力だけがかかってしまう。なので文章化してメッセージで100個作ろうというか100個作った気でいました。ごめんなさい、そんな作りにしていませんでした。ですがプレイヤーの取った行動や条件で変わっていきます。エンディング数は少なくなったけど、果たしてあなたはいくつ見られるでしょうか。これは記憶が定かじゃないのですが、シーフには2段ジャンプ、また画面端で三角飛びもできます。キャラ特性というか敵攻略に活かせればと思ったのですが、他で代用できてしまうのでなかなか使ってもらえない。なので焼け石に水ですが、空中に宝箱、それも画面の見えないところにセットして何かの弾みでヒットしたら宝箱が落ちてくるというようなことをやったような、やらなかったような。セットテーブルを調べてみれば早いのですが、自分でプレイして楽しみながら調べてみようかなと思ってます。ルームの謎解きにはいろいろな条件があって、隠し扉が開いたりします。敵を1匹のみ倒さずにそのままにしておいたら、敵が勝手に扉を開け逃げていく時にその場所が分かったりと、かなりマニアックなものもあります。ルームマップのある場所に中身がセットしてある部屋が開かずの間として存在しています。果たしてこれは開発側でも謎になってます。やっぱバグですかね。ヘイストは当初唱えた人のみがかかる魔法でした。当時そういう企画で進めていたのですが、
4人同時プレイでヘイスを唱えたらなぜか全員かかってしまったという偶然で発生した技です。プログラマーが言わせればバグなのですが、協力プレイさせるための動機というか面白かったので残しました。ルール的に本当は一人一人ちゃんとかけなくてはいけないみたいです。ブレスもその類です。これも当初の案ですが、補助魔法がかかっていて次の補助魔法をかけたら前の効力が上書きされて消えるはずでした。でもやってみると効力が消えずどんどん蓄積されてないことになっていきました。これはこれで面白かったのですが、さすがに強すぎる。なのでブレスとストライキングのみ重ねがけできるようにしました。回復魔法は1人にかけた時、4人全員かけた時、その回復量の割り算で行おうと思いましたが、これは版権会社からストップ。そんなルールはないと。でも回復量ではなく人数分の魔法を消費すれば OK かと考えましたが、時間が足りなく結局今の状態に落ち着きました。アーケードゲームのとあるバージョンではこのようなバグ技があるというのは発売後から聞いていました。しかしよく出たというか発見したというか、それがバグというものなのですが、発生条件はすごく大変ですしシビアです。有名バグは通常なら残したいところですが、これらはプログラムが壊れてゲームが続けられなくなるバグなので最終バージョンは修正されています。